川湯温泉癖になり後仕上げます。皆さんはレモン汁よりも酸っぱい温泉に入ったことはありますか？びっくりするほど酸っぱい温泉に入ってみたい、そんな願いを叶えてくれる温泉がここ北海道弟子屈町にあります。今回ご紹介する川湯観光ホテルの温泉は pH 値 1.56 と日本でも数少ない強酸性のお湯を楽しめます。皆様へのプレゼントもありますので、ぜひ最後までご覧ください。プラチナトリップをご覧の皆様、ようこそ川湯観光ホテルへお越しいただき誠にありがとうございます。硫黄山が作ったこの川湯温泉、ぜひごゆっくりとお楽しみください。お出迎えからお見送りまで忙しく動き回る社長さん。お客様と楽しくお話ししながら川湯温泉の魅力を存分に伝えて回ります。川湯温泉で生まれ育った中島社長、いつも地元を愛する気持ちにあふれています。ではそんな社長さんに川湯温泉について詳しくお話ししていただきましょう。はい、こちらが川湯観光ホテルの源泉です。硫黄山でできた温泉が地面の中を空気に触れることなくここにたどり着きます。ここで初めて空気に触れるので酸化劣化が少ないマグネシウム、ナトリウム、硫黄、こういった温泉成分がたくさん含まれています。ではそれを今からちょっと手ですくってみたいと思います。いきます。はい、これが温泉成分が結晶化したものです。活火山である硫黄山から運ばれてきた川湯温泉は日本でも数少ない火山性特有の泉質です。強酸性硫化水素を含む明板緑板泉で美肌効果と殺菌効果があるとされています。辺り一帯は硫黄の匂いが立ち込め、こうしている間も温泉成分が体に染み渡っていくようです。川湯温泉を断面で見るとこのようになっています。硫黄山の地下ではマグマによって熱せられた地下水が浅い層を通り、深さ2、30メートルから湧き出しています。そしてその下の層は普通の地下水になっているという世界でも珍しい現象が見られます。ではここで採れた川湯観光ホテルの源泉が約35メーター先の浴槽まで注ぎ込まれます。空気に触れている時間はわずか、非常に新鮮な温泉です。温泉は空気に触れる時間が長いほど酸化が進み劣化していきます。しかしここ川湯観光ホテルでは源泉からわずか35メートルしか離れていない温泉を真空パックで運んでいるようなものだから、とっても新鮮な温泉を楽しむことができるんです。 100% 源泉かけ流し、循環、殺菌なしの新鮮な温泉です。温泉を存分に味わうために浴槽によって高温、中温、低温と3段階の温度が用意されています。釘を入れたら1週間ほどで溶けてしまうほど強酸性温泉のため、
金属類は外してから入りましょう。その強い酸は古い角質を溶かしてくれるので、肌はすべすべ。美肌効果だけでなく、殺菌効果についても実証実験が行われ、水道水に比べ明らかに細菌数が減少するなどの結果が出ています。こちらは繭です。小さなお子様や敏感肌の方用に通常の水道水の浴槽になっています。刺激の強い温泉なので、最後にこちらで洗い流す使い方もいいですね。ではここで社長自ら作成されたという絵本で川湯温泉の成り立ちについてお話ししていただきましょう。ちなみにこの絵本はホテルの売店で購入することもできます。では社長さん、お願いします。はい、これは東北海道です。屈斜路湖があり、摩周湖、そして真ん中に川湯温泉硫黄山があります。ここは今から約3万年ほど前は高い山だった場所です。これが今から約3万年ほど前、巨大な噴火を起こします。山の上部はオホーツクに飛ばされ、地下からは大量のマグマが溢れ出ます。地面の中、空っぽになってしまい、屈斜路カルデラができました。これが今から約7000年ほど前にも火山活動を繰り返され、現在の形になっていきます。屈斜路カルデラと摩周カルデラ、2つのカルデラがある湖がある弟子屈町川湯温泉です。こちらが現在の摩周湖です。青く見える湖として有名ですが、こちらも以前は高い山でした。今から約7000年前と考えられます。大きな噴火で穴ができ、摩周カルデラの誕生です。ここに水が溜まって摩周湖ができますが、今とはまた形が違うことにお気づきになると思います。固定噴火が起こり、山ができました。摩周岳の誕生ですが、これも今と比べて形が違うことにお気づきになると思います。山頂部のあるなし、中島のあるなし、これが今と比べて違うところです。ということは、もう皆様ご想像の通り、また噴火が起こります。山の上部は飛ばされて、真ん中に中島ができました。そして現在の摩周湖になります。では、ここからは摩周湖がなぜ青く見えるかを考えてみましょう。一つは、水が透明だということです。出る川も入る川もない。これが摩周湖の大きな特徴です。もう一つは湖の深さ。日本の湖沼の中では5番目に深い湖が摩周湖です。これは東京の建物と比べてほぼ同じ高さ、深さの湖ですが、さてそれは何の建物でしょう。答えは東京都庁です。高さ212メーター、摩周湖は210メーター。それだけ深い湖が摩周湖です。真ん中の中島も山頂部約30メーターだけが湖の上に顔を出しています。約180メーターは湖の中です。この深さが青く見える2つ目の理由です。ぜひ摩周湖、今日も行ったけど明日も行ってみよう。ご滞在をしていただき、存分にお楽しみいただければと思います。弟子屈町では大規模な火山活動、噴火活動が繰り返され、カルデラができ、そこに溜まった水、これが摩周湖と屈斜路湖です。ではここからはこの川湯温泉がなぜできているのか、これを探っていきたいと思います。地下からはマグマが上がってきます。マグマの熱と地下水がぶつかることで水蒸気爆発を起こし、これが硫黄山の白い煙の正体です。水蒸気は地面に上がるにつれ温度が下がり、気体から液体に状態変化します。液体になった川湯温泉は地下の中を空気に一切触れることなく、川湯温泉まで約 2.5 キロ届くことができています。それはなぜか、今から約7000年前の火山活動でできたこの不透水層、水を通さない岩盤が地面の中にあるからです。そのため川湯温泉は硫黄山でできて、川湯温泉で使われるまで一切空気に触れることがありません。言うなれば真空パックの温泉です。非常に新鮮な川湯温泉、殺菌効果も実証されました。ぜひ皆さんごゆっくりとお楽しみいただければと思います。常連さんと楽しくお話しする社長さん。
ここで社長さんをよく知る方々にお話を聞いてみました。社長ですか？社長はクリエイティブな方だと思います。一生懸命なところもあると思います。中島社長は10年前に私が川合に帰ってきた時にはもっといろいろ活発に活動されてました。その時からずっと川合のことをいろいろ考えている方でした。手鹿賀のことが大事すぎてついには絵本も作ってしまうぐらいすごい人だなと思っています。もう小さい自分から存じてますけど、感じのいい人じゃないですか。ましてお客さんにとってはこじめ方ですし、我々障害にとってもいろいろ教育してもらってありがたく思ってます。そういう方ですよ。皆さんご協力ありがとうございました。社長さんのお人柄がとってもよくわかりましたね。ちなみにとってもクリエイティブな社長さんというお話もありましたが、ハロウィンの日には従業員の皆さんが仮装しているそうです。その時の写真を見せてもらったのですが、あまりにハイクオリティな社長さんの仮装に思わず笑ってしまいました。ハロウィンの日を狙っていくのも楽しそうですね。ここでお部屋をご紹介します。お部屋は落ち着いた雰囲気の和室です。お布団はすでに用意していただいています。奥には窓もあって明るいお部屋です。窓からの眺望はこちら。ちなみにですが、この辺りの地域ではテレビや冷蔵庫、ドライヤーなどの電化製品は3年も持たずに壊れてしまうそうです。強い硫黄泉が漂うこの地域では、窓を開けることで硫黄が室内まで入り込み、電化製品の故障につながります。酸度の強い温泉だからこそ大変なこともあるようです。机の上には先ほどの絵本があります。お部屋でゆっくり読むこともできますね。お菓子とお茶もあります。押し入れ内には帯と羽織、タオルがあります。金庫や消臭スプレー、延長コードもありますね。お風呂は洗面台が一緒になっています。ウォシュレット付きのトイレ、ユニットバスじゃないのもいいですね。冷蔵庫は空なので自由に使えそうです。それでは夕食へ向かいましょう。夕食会場はこちら、懐かし横丁路地裏へ。入ってすぐに駄菓子屋さんがあります。懐かしい駄菓子がたくさん。ついつい見入ってしまいますね。ふ菓子やポン菓子も。子供の頃に戻った気分になれます。昭和の香りが漂う横丁を進みます。いろりのある素敵な空間を抜けていきます。なんとも落ち着く雰囲気に心がほっとします。夕食はこちらの広間でいただきます。半個室でゆっくりといただけます。ご飯とお味噌汁はセルフサービスです。嬉しいおかわり自由。お味噌汁は自分で好きな具を選べます。飲み物メニューは北海道限定サワーから地酒まで揃っています。夕食は懐石料理です。お鍋と焼き物で体も温まります。優しい味で美味しいです。最後は手作りデザート。どれも美味しくいただきました。
ちなみに年末年始のメニューはこちら。普段より品数が多くてボリューム満点です。揚げたての天ぷらも熱々で美味しい。デザートはぶどうです。そして大晦日のメニューです。昨日よりさらにボリューム満点。次々と運ばれてくる料理はどれも美味しい。年越しそばもいただきました。お腹いっぱいです。ごちそうさまでした。元日はお正月メニュー。おめでたい料理が次々と並びます。牛すき鍋もとっても美味しい。鯛は丸々1匹。まだまだおめでたい料理は続きます。デザートは大福アイスです。もうお腹ははち切れそうなぐらい満腹です。そして1月2日のメニューです。昨日に続いてお正月料理がいろいろと並びます。今日は海鮮鍋です。かす汁も体があったまりますね。牛サーロインステーキ、柔らかくてとっても美味しいです。冬の味覚、カキフライとイカフライ。昨日の反省からお腹を空かせておいたので、最後まで美味しくいただけました。少し館内を見てみましょう。フロント横にはアメニティがあります。浴衣もここで選んでお部屋に持っていきます。この奥が男湯です。こちらが女湯です。こちらは湯上がりどころです。落ち着いた雰囲気の和室でくつろぐことができます。そしてその向かい側にも広いスペースがあります。お休みどころレタルです。弟子屈町の自然についての展示にテントなどのアウトドアグッズが並んでいます。子供から大人まで楽しめそうな空間ですね。おやすみなさい。おはようございます。朝食会場へ向かいましょう。左手に朝食会場があります。広い会場でビュッフェスタイルでいただきます。定番の卵焼きやウインナー、北海道らしいサーモンや銀だらも並びます。鶏の唐揚げや芋団子、麻婆豆腐まであります。グラタンやお寿司も美味しそうです。朝食ビュッフェには珍しいかわいいサイズのお好み焼き。そして北海道といえば味噌ラーメン。麺を茹でて10秒から15秒。最後に好きな具を乗せて、トッピングも多くて贅沢ですね。朝はサラダもたくさん食べたいですね。大人気のイカの塩辛を筆頭にご飯のお供がたくさん。朝食には欠かせない卵や納豆も。お漬物もたくさんあってご飯のおかわり必須。パンも好きなものを選んでトースターで少し焼いても美味しい。子供から大人まで嬉しいピザ、チキン、アメリカンドッグ、春巻き。ドリンクコーナー、お楽しみのデザートコーナー。白玉ぜんざいもついつい食べたくなっちゃいます。冷蔵庫にはケーキが並んでいます。
一人一カップお菓子ももらえます。みんな大好きキャラメルポップコーン。ちなみにお正月にはこんなメニューもあります。焼き餅入りのお雑煮もいただけます。お見送りをする社長さん。常連さんにもいつも通りのお見送りからの決めポーズ。お決まりのポーズもバッチリ決まりました。とってもお茶目ですよね。見えなくなるまで手を振ります。ミッションコンプリート。次々とお客様が帰られます。社長さん自らお見送りをしてくれるホテルは珍しいですよね。今回社長さんに密着して撮影をさせていただきました。その時にハリウッドスターにでもなった気分ですとおっしゃっていました。ミッションコンプリート。助演女優賞でもここでハリウッドスターの社長さんからプレゼントのお知らせです。当館の1階には懐かし横丁駄菓子屋がございます。お泊まりのお客様でプラチナトリップをご覧になったとおっしゃっていただければ駄菓子を1つ差し上げます。川湯観光ホテルさんからのご好意によりプレゼント企画をさせていただくことができました。川湯温泉へお越しの際はぜひ川湯観光ホテルへ泊まってみてくださいね。この度は川湯観光ホテルにご宿泊をいただき誠にありがとうございました。川湯温泉癖になります。ぜひまたのお越しをお待ちしております。ありがとうございます。